こんにちは。年を取った後の生活についてゆっくり話します。私は年を取ってから毎日ゆっくり過ごし、静かな生活を楽しんでいます。仕事を辞めてから時間ができたので、自分の時間を大切にして過ごしています。自然が多い場所で静かな家に住みながらのんびり生活しています。庭で野菜や花を育てながら成長する様子を見るのを楽しんでいます。天気がいい日は川へ行ってゆっくり釣りを楽しんでいます。前から読みたかった本がたくさんあったので少しずつ楽しんでいます。日記を書くことが習慣になり、その日の出来事を思い出しながら書いています。買い物へ行って新鮮な野菜を買い、健康な生活を続けています。家で料理をする時間が増えたので、前よりも料理が上手になりました。妻もこの生活を楽しんでいて、二人で助け合いながら過ごしています。家に時々猫が遊びに来てくれます。可愛くてとても癒されています。歩いたり体を動かしたりしながら体力をつけるために運動を続けています。若い頃から好きだった楽器の練習を今も続けています。新聞を読みながら新しいニュースを知り、社会とのつながりを感じます。スマートフォンの使い方も覚えて、家族や友達とよく連絡を取っています。パソコンを使って買い物をすることも覚えて、便利に生活しています。家族と写真を見ながら懐かしい思い出について話す時もあります。孫たちが時々遊びに来てくれます。その時間をとても嬉しく感じています。疲れた時は温かいお茶を飲みながら体を休めてゆったり過ごしています。体が痛くなる時もあるので無理をしないようにしています。老後の生活はゆっくりですが楽しく安心して過ごすことができます。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は年を取ってから毎日ゆっくり過ごし、静かな生活を楽しんでいます。仕事を辞めてから時間ができたので、自分の時間を大切にして過ごしています。自然が多い場所で静かな家に住みながらのんびり生活しています。庭で野菜や花を育てながら成長する様子を見るのを楽しんでいます。天気がいい日は川へ行ってゆっくり釣りを楽しんでいます。前から読みたかった本がたくさんあったので少しずつ楽しんでいます。日記を書くことが習慣になり、その日の出来事を思い出しながら書いています。買い物へ行って新鮮な野菜を買い、健康な生活を続けています。家で料理をする時間が増えたので、前よりも料理が上手になりました。妻もこの生活を楽しんでいて、二人で助け合いながら過ごしています。家に時々猫が遊びに来てくれます。可愛くてとても癒されています。歩いたり体を動かしたりしながら体力をつけるために運動を続けています。若い頃から好きだった楽器の練習を今も続けています。新聞を読みながら
新しいニュースを知り、社会とのつながりを感じます。スマートフォンの使い方も覚えて、家族や友達とよく連絡を取っています。パソコンを使って買い物をすることも覚えて、便利に生活しています。家族と写真を見ながら、懐かしい思い出について話す時もあります。孫たちが時々遊びに来てくれます。その時間をとても嬉しく感じています。疲れた時は温かいお茶を飲みながら体を休めてゆったり過ごしています。体が痛くなる時もあるので無理をしないようにしています。老後の生活はゆっくりですが楽しく安心して過ごすことができます。